皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。アメリカのメジャーリーグベースボールではエンジェルスの大谷翔平選手がバッターと投手の両方で奮闘し活躍しています。日本では彼のプレイスタイルを400年以上前の侍宮本武蔵の剣術になぞらえて二刀流と呼んでいます。大谷翔平選手の目覚ましい活躍を受けて、今回は研究分野における二刀流についてお話しします。私は長年化学反応を伴うシステムの分野で実験と理論に基づき研究を行ってきました。ここでは実験と理論を駆使して研究活動を行うことを二刀流と呼ぶことにします。通常多くの研究者は実験だけあるいは理論だけで研究を推進したり論文を書いたりします。分野によっては実験だけであるいは理論だけでしか研究を推進することができないのかもしれません。しかしながら実際にはそうではなく、自分の研究はそういうものだと思い込んで研究の幅を縮めている人が多いのではないでしょうか。評価される研究者になる方法の一つは、周りにいる人が知らない技術や知識を身につけ、これらを生かした仕事を行うことだと思います。ところが、今まで実験だけをやってきた人が、あるいは理論だけをやってきた人が、これとは反対のことを取り入れるのは容易ではありません。しかし、完璧でなくてもそうなるように毎日努力することがきっと自分を変えることになるでしょう。最初は分からなくても、何回も繰り返すことでいつの間にか理解できるようになると思います。私の動画では数式モデリングを題材にしているので、ここでは実験だけで仕事を行っていることを前提に話を進めたいと思います。しかし、理論だけで仕事を行っている人でも以下で述べる多くのことに当てはまるので、続けて主張してください。実験と理論の両方を使える二刀流になることには多くの利益があります。その主なものは次のことだと思います。1、実験だけ、理論だけの研究の内容をどちらとも理解できるようになる。2、得られた実験データの正しさを理論により確認することができる。実験だけの論文において物質収支が取れていないデータをよく見かけます。よってこの項目は公表するデータに責任を持つという点でとても大切です。3、実験データからシステムの本質的特徴を理論により推測できる。4、実験の数を減らし研究を完結することができる。研究者の中には無駄に多くの実験を行う人がいます。この項目は限られた時間で効率よく研究を遂行するという点でとても重要です。5、実験設備が貧弱であっても、あるいはデータが少ない場合であっても、理論との組み合わせにより論文執筆が可能である。研究設備が整い、研究費が潤沢にある環境で研究できる人はとても少ないですね。このような時、実験で得られたデータに理論的検討を加えることで論文を書くことができるようになります。6、研究の幅が実験と理論の両分野にまたがって広がる。さあ皆さんも得られたデータを何とかして理論的に解析してみませんか？本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。